日常のヒントになるような言葉がきっとあるはずなので、いろんな人に読んでほしいです。松下洸平さんが週刊誌で連載してきた対談コーナーが本に。自身が会いたかった28組のゲストとトークを繰り広げています。例えば北村一輝さん、朝ドラでご一緒させていただいてから、実はその後すぐにコロナになってしまってお会いする機会はなく、撮影終わって5年ぶりにお会いしたんですね。僕すごく嫌われる役だったので、いい意味で冷たくあしらわれることが現場で多かったんですけど、本当に僕が知ってる北村さんかなっていうぐらい優しくて今までお会いしてきた方の名前が綺麗に並んでいるのを見ると、そうそうたる方にお話を伺えてきたんだな、宝物が一つ増えたような気がしました。対談を通してゲストと松下さんの意外な一面が垣間見える本ということで、こんな質問を。まだ他の人には知られていない意外な一面ってありますか、松下さんに。大体出尽くしてますよそこまで晒さなくてもいいんじゃないかって思うぐらい晒してるなんかあります困らせてしまってすみませんと恐縮していたのですが、意外すぎる衝撃エピソードが飛び出しました。忘れ物めっちゃ多いです。ちゃんと人に迷惑かけるやつ、ちょっと財布だけとかだったらいいですけど、カバンごととかね、お疲れ様でしたって言って車乗ってちょっと走ってで、そうだ携帯と思ってパッて見たらもうカバンごとないみたいなこの間ゴミ捨ててから出かけようと思ってゴミ捨て場寄らずにそのゴミずっと手に持ったまま自分で車乗って、なんか白いこれぐらいののが入るなと思ってパッと見たらゴミと思ってゴミと一緒にドライブして、でこれは帰ってから捨てようと思って、で用事済ませて家着いて車止めて持ってゴミあるからと思ってそのまま家まで上がっていってゴミみたいな。完璧すぎませんか、そのエピソードそしてプライベートでやりたいことを聞いたのですが、トークが意外な方向へ。キャンプ行きたいですね。あとテレビ買い替えました僕テレビ買い替えたら目覚ましテレビさんで言うって決めてたんですよ。テレビ買い替えました壊れちゃったんですよ。ちょうどはっちゃんが映んなくなって、それは買い替えないとですね。そう、壊れるまで使うっていうポリシーがあるんで。ありがとうございます。本当に守っていただいてよかったよかった、今忘れるとこだった。38歳になった松下さん、30代のうちにやっておきたいことを聞くと、まだ行ったことのない国に海外旅行に行きたいかな。ケニア、野生の動物見てみたいなと思って今ちょっと資料とか見てます。目覚まし報告ですそうですか。目覚ましテレビはもう家電買い替えた時しか報告しないんで。家電だけなんですか、目覚まし。そうで、今のところね故障する気配のものはないんでしばらくちょっと出れないですね。じゃあ他に実際会って感動した方とか、何か北村さんと同じように会って印象が変わった方とかいらっしゃいますか、お話をされて。実は初めてお会いする方も何人かいらっしゃったんですよ。で、そうだな、もう本当に上げ出したらキリがないけど、フラワーアーティストのニコライ・バーグマンさんとちょうど僕がそれこそフジテレビで「一番好きな花」というドラマをやらせていただいた時に、花にまつわるゲストの方どなたかお呼びしたいなということで、ダメ元でニコライ・バーグマンさんにお声掛けしたら「いいよ」って言ってくれて、いいんだと思ってと思って、実際にニコライさんのお店に伺ってお話を聞いて、そこで一緒に雑誌の中にも写真が入ってるんですけど、小さなブーケを作ったんです、花束を。それがすごく嬉しかったですね。教えてもらいながら作ったんですよね。もう本当に僕のはもう誰かに渡すこともはばかれるぐらい不格好な花束になっちゃいましたけど、でも楽しくて、そう
花束作るっていいなと思いました。いやでも確かに驚きですよね、ニコライ・バーグマンさん。私もなんかこうパーって見たときにえって思いました。ニコライ・バーグマンさんの名前あって、そうなんですよ。まさかそういう方も対談相手にいらっしゃるんだってそうなんですよ。なりました。でも本当にお優しくて、はい、でもそこにいたアイラの編集のスタッフの女性の方たちももう全員なんか惚れ惚れしたような気持ちでニコライさん見てて、分かるわと思って、本当に紳士だしかっこよかったですね。でこの本の中で、はい、松下さん対談相手の方を色に例えられてるじゃないですか。はい、じゃ実際に自分を色に例えるとしたら、10代の頃、20代の頃、そして今の自分をそれぞれ色に例えるとしたら何色だと思いますか？10代の頃は本当に何だろうな、やりたいこともいっぱいあって本当にメラメラと燃えていたような気がします。だから本当に今日着てらっしゃる赤みたいな、10代の頃すごいこう何にでもなれると思っていたし、はい、そう夢と希望に満ち溢れた10代だった気がします。その頃はもう何が有名だったんですか？その頃10代の頃はいっぱいありました。ダンスやってた頃なんかはダンサーになりたいなと思ったり、はい、で美術もやってたのでなんか美術の仕事もいいなと思ったり、ちょうど10代の後半で歌を歌うことの楽しさを覚えたから、歌手にもなりたいなとか、すごい欲張りな10代だったんで、すごく明るい赤色だったような気がしますね。はい、で20代の頃で実際飛び込んでみて、僕は音楽の世界とお芝居の世界に飛び込みましたけど、思うようにいかなくなって、なかなかねすぐに何でもかんでもできるわけではなかったから、ちょっとこうなんだろうな、理想と現実のギャップに苦しんだこともあったし、でも、はい、心はいつも燃えていたような気がするし、だから常に冷静だったけど、でも心はいつも燃えてたから、なんかそういうブルーというかね、青い炎みたいな感じですか？なんかそんな感じでした。でもその火を消さないようにもがいていたのが20代だったような気がします。はい、で逆に今はいろいろ経験させていただいて、まだまだこれからだなとも思いつつ、なんかこう新しいこと、この30代になってから忙しくさせていただいてなかなかできなかったこともこれから先やっていきたいから、逆にこうまっさらな今の自分だと思うし、だから今は白かな。逆じゃないんですね。今が白なんですね。今割と白っぽいですね。白っぽいってなんか変ですけど、なんかこう、いろいろやらせていただいて、はい、ここからまた新しく何かトライしたい、まだまだやりたいこともあるから、なるべく真っ白い自分でいようとは思います。では最後に、はい、この理想の40代像。好きなことやっていたいなと思います。好きなことを好きな人たちと一緒に作るのが夢というか、はい、そういう40代になればいいなと思ってます。いろんなことされてますもんね。そうですね。なんかいろいろやらせていただいてます。じゃあそれを今後もと、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖華でした。どうも。